ワールドウォー2疑惑にようこそ。このチャンネルでは第二次世界大戦をテーマに兵器や戦術、兵士や戦場の姿についてリスナーの皆様に正確で分かりやすくご紹介していきます。今回はですね、第一次大戦の塹壕戦から生まれて第二次大戦でアメリカ軍歩兵の主力機器の一つになった迫撃砲に注目します。特にイギリスのストークス迫撃砲からフランスのブラント迫撃砲への移行、そしてそれがアメリカでどう大量生産されていったかという点が焦点になりそうですね。もし今回の内容がお楽しみいただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。では早速ですが、まずは第一次大戦の状況から、どうして迫撃砲が必要になったのか、そこからですね。そうですね。第一次大戦の西部戦線です。完全に戦線が膠着しちゃったわけですよね。そうなると敵の陣地に直接射撃じゃ届かないところに上から砲弾を落とし込む、そういう局射兵器がどうしても必要になった。そこでイギリスで開発されたのがストークス3インチ迫撃砲。非常にシンプルな構造で作りやすかったんですね。なるほど。アメリカ軍もこれを採用したんですが、ただやっぱり初期のモデルということで課題もありました。格好方針、つまり砲身の内側に溝、ライフリングがないツルツルの砲身ですね。そこから尾翼のない、単純な形の砲弾を打ち出すと。そうなんです。そうすると砲弾が空中で不安定に回転しちゃう、タンブルって言いますけど、これが起きやすくて、精度とか射程距離に影響が出ちゃうわけですね。まさに命中精度もそうですし、飛距離もあまり伸びない。これは何とかしないといけないということで、戦後のアメリカ軍が改善に乗り出すという流れですね。その改善の方向性ですが、ウェスターベルト委員会というのがあって、当初は75ミリ口径で、しかもライフル砲身を持つようなちょっと榴弾砲に近いものも考えていたとか。そうなんですよ。より高い精度とか、あとはその頃出てきた戦車にも対抗できるんじゃないかみたいな考えもあったようです。ただいろいろ検討した結果、歩兵の直接支援にはやっぱりシンプルで軽い迫撃砲がいいだろうと。対戦車はそれはそれで専用の対戦車砲に任せようという結論になったんですね。なるほど、役割分担をはっきりさせたと。そこで転機になったのがフランスのブラント社が開発した迫撃砲なんです。1931年にアメリカが試験的に導入したという 81mm のやつですね。これストークスと同じで格好方針、方向から弾を落とすだけの、追発式っていうのは変わらないんですよね。そうなんです。方式自体はストークスと同じシンプルさを維持してる。じゃあ何が違ったかというと、これはもう決定的に砲弾の形です。砲弾ですか？涙滴型、ティアドロップ型っていう流線形の形状をしていて、さらに後部に安定翼フィンがついていたんです。この尾翼があるおかげで砲弾が空中でくるくる回るタンブルが劇的に抑えられた。結果として精度と射程距離がもう飛躍的に向上したわけです。それは大きいですね。この革新部分っていうのは何かすごく高度な新技術を使ったというよりは、むしろ既存のシンプルな仕組み、格好方針に非常に賢いアイディア、尾翼付き砲弾を組み合わせたということなんですね。これが効果とそれから量産性っていう両方を満たす。これが後のアメリカ軍の 81mm-M1 迫撃砲の原型になるわけですね。81mm-M1 が決まった後で、さらに小型の 60mm-M2 というのも採用されていますよね。これはまたどういう理由で？これはですね、より前線、歩兵でいうと小銃中隊とかもっと下の小隊レベルにより密着して火力支援を行うための必要性からです。手軽に扱えるものが欲しかったと。そうですね。もともとは手榴弾を持った遠くに正確に投げたいという要求があって、それがもっと軽量な迫撃砲へとつながっていった、そういう流れがあるんですね。なるほど。81ミリはやっぱり威力はあるんですけど、その分重さもあるので、これはどちらかというと大隊レベルのもう少し後ろからの支援火器という位置づけでしたから。携帯性と威力のバランスを考えて最終的に 60mm が選ばれたということですね。はい。そしていよいよ第二次世界大戦が近づいてくると、今度はこれをアメリカ国内で大量に生産する体制をどう作るかという話になります。単にフランスからライセンスを買ってきてそのままコピーしたわけじゃないっていうのが面白いですよね。そうなんです。ここがいかにもアメリカらしいというか、
生産効率を徹底的に追求する改良が加えられているんですね。具体的にはどういう工夫が？例えば方針です。ステンレスのシームレス交換、つまり既製品のパイプみたいなものを利用した。あとは定番ですね。これも1枚の鉄板をプレス加工して、あとは溶接で組み立てるという方式。これはもう自動車産業なんかで培われていた改良生産技術の応用ですよね。なるほど。早く安く大量に作るための工夫が随所に。そうなんです。弾薬そのものも材料を節約できるように再設計されたり、照準器もよりシンプルでかつ M1 と M2 で共通化できるようなものが採用されたりしています。性能向上につながっているわけですね。最大射程で見ると M181mm の方で、3倍以上、 M260mm でもストークスの2倍近くまで伸びています。それは大きいですね。より安全な後ろから撃てるようになったと。ええ、特に M260mm の方は重さがストークスのだいたい3分の1くらいまで軽くなってるんですね。3分の1ですか？はい。だから普通の歩兵が文字通り担いで運べる落下傘部隊なんかにもうってつけだったわけです。実際の戦場での配備とか役割分担というのはどんな感じだったんでしょうか？ M260mm の方は主に小銃中隊に配備されて、最前線の小隊と一緒に動いて敵の機関銃陣地とかそういう直接的な脅威を叩く。一方で M181mm の方はもう少し後ろ、大隊本部の重火器中隊が運用してより広範囲の制圧射撃とか敵の陣地そのものを破壊するようなそういう役割を担いました。なるほど。あとは機甲部隊、戦車部隊なんかだとハーフトラックに搭載して発煙弾を使って敵の視界を遮る煙幕を展開したり、そういった用途にも重宝されましたね。いやー、しかし1945年の終戦までに M260mm 迫撃砲が約7万4000門、 M1 が約3万1000門ですか。合わせて10万門以上。これは驚異的な数ですね。ええ、まさに第二次世界大戦のアメリカ軍歩兵を文字通り下から支えた主力中の主力兵器だったと言えるでしょうね。第一次大戦の塹壕戦の教訓から始まって、戦艦機にフランスの賢いアイデアを取り入れて、それをさらにアメリカの生産技術力で完成させた迫撃砲の進化の道のりを見てきました。なんというか非常にシンプルな基本設計に的確な改良と、そして大量生産技術を組み合わせるっていうこのプロセス自体が非常に示唆に富んでいるなと感じますね。基本的なコンセプトとしては現代の迫撃砲にまで脈々と受け継がれているわけですからね。やはりその戦場のニーズにどう問われるか、そしてそれを実現可能な技術、さらには生産性、このあたりのバランスをどう取るかという設計思想の重要性を示している例だと思います。今回の探究がお楽しみいただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。